カット済みでセールで売られていた1メートル500円もしないこの生地で気合を入れて素敵なスーツを縫おう。やれやれ、今日は午後は習い事でバタバタするから夕ご飯の下ごしらえをしておこう。今通っているアメリカの学校は7月が年度の切り替えなのだけれど、日本補習校は日本と同じで4月。次女もいよいよ小学校1年生だ。ほぼ形だけだけどささやかな入学式もある。日本にいたら今頃卒園式をやってしみじみしてたりするんだろうな。アメリカは年度もずれて何もないからあまり実感が湧かず、あれよあれよと1年生になってしまう。気持ちに区切りをつけるためにも補習校の入学式のためにちゃんとしたスーツのような清掃を作ってあげたいな。入学式はいつも子供たちに作っていたから今回は3度目、最後の小学校入学式だね。次女にはどんなのがいいかな。本人に聞いてみないとな。ちなみにこれは長女の入学式に作った中原純一の型紙で作ったワンピース。息子の入学式の時は動きやすくて着やすさ重視のストレッチが効いた生地で上下スーツを作った。次女にも一度長女のを着せてみて、これが気に入ったらそれでもいいかなと思っていたのだけれど、ワンピースじゃなくてジャケットとプリーツスカートがいいのだそう。好みが長女と全然違うね。豚汁が余ってるから汁物は今夜これでいっか。念のため息子の入学式のジャケットも次女に着せたけれどワンサイズ大きすぎた。やはり一からセットアップを作ろう。今回使う型紙は息子の入学式にも作った2枚袖でセンターベント開きの本格的なテーラードジャケット。これは息子のジャケット。次女はベージュが嫌なんですって。ベージュも可愛いのにな。まあでもサイズが大きすぎたからワンサイズ下の型紙をトレースしてぴったりかっこよく作ってあげよう。スカートは自分で型を作ろうかな。今の次女のサイズを測ってぴったりのプリーツスカートにしてあげたいな。制服みたいな服に憧れてるんだね。
引き続きトレースをしていこう。裁断していこう。生地がある棚から次女が選んだのはこれ。なんとこの生地は日本にいた頃、手芸屋さんの前を通りかかって、めったに衝動買いしないけれど買ったもの。小さな千鳥格子が可愛くて、おまけにカット済みのせいか安くて、1メートル500円もしなくてついつい買った綿 100% の生地。近くで見ると緑なのだけれど、遠くで見るとグレーっぽく見える。その色合いが次女は気に入ったようだ。しかしパーツが多いね。縫っていこう。前身ごろに脇身ごろを袋縫いで縫い付けよう。脇身ごろに後ろ身ごろを縫おう。ポケットを作っていく。表ポケットと裏ポケットを中表で返し口を残してぐるりと縫おう。角の縫い代をカットしてカーブに切り込み、表に返そう。ポケットを身ごろに縫い付けよう。片方の後ろ身ごろの
あき止まりより少し上から下までバイアステープで覆う。後ろ身ごろを中表に合わせて背中心で縫う。上からあき止まりまで一緒にテープで覆い、あき止まりから下は分岐して片方だけ覆う。後ろあきの裾を中表に折って裾を縫う。余計な縫い代をカット。表に返す。後ろ身ごろを左右きれいに重ねて、表に返して表からあき止まりを縫う。肩を縫おう。襟を作ろう。カーブに切り込みを入れて、表に返そう。ネックポイントに表襟だけ切り込み、内側に折り込んでおく。身ごろに襟を仮縫いしよう。さっき折り込んだ縫い代は縫わないように仮縫いする。ちょっと休憩。これを飲んだらまた頑張ろう。前見返しの端を5ミリ折りながらジグザグミシンをかけよう。見返しを表身ごろに中表に合わせて肩から前端を縫う。カーブに切り込み。
表に返して襟の折り込んだ部分で縫い代を隠して身ごろに表襟のこの部分を縫い付ける。裾を縫おう。前袖後ろ袖を縫い合わせよう。袖口を縫おう。袖を身ごろに縫い付ける。夕ご飯だよ。今日はプリーツスカートを縫おう。アイロンで先にプリーツを作って、計算は苦手だから先にこうしてプリーツを作ってから次女のウエストサイズにカットしよう。プリーツを10センチくらい中縫いする。プリーツの上の部分を仮縫い。
次女のサイズにスカートをカットしたら、前後スカートを中表に合わせて片側の脇を縫う。ウエストベルトを縫い付けていこう。ウエストベルトのもう反対側も縫い付けよう。ファスナーがつく部分は縫い目を粗くして、そこから下は普通の目で脇を縫う。ファスナーを縫い付けよう。裾を縫おう。ボタンはどうしようかな。